2012年2月下旬、僕は会社をずっと休んでいた。5月から会社に戻ることが決まっているのに調子は良くならない。ただ会社に行けなくなって自宅療養をしても、何か治療をせずにまた会社に戻るのはおかしいと思っていた。そこで僕の信頼しているパーキンソン病に詳しい脳神経内科の先生に相談しに行くことにした。先生にこれまでの経緯を話したら、ジスキネジアがだいぶひどくなったから、そろそろ DBS を考えてもいいのでは。同じ若年性パーキンソン病の患者さんで DBS を入れて薬がゼロになった人もいるよ。と言われた。5月の連休明けから会社に復帰するための2週1日2時間のトライアル勤務が始まった。薬を効かせて2週間だけなら会社に行く自信はあったけど、本勤務になって、1日8時間会社で仕事ができる自信はなかった。そんな不安が募る中、トライアル勤務は2週間のうち、1日休んで1日遅刻で終えた。DBS についてすでに手術をした友人の一人に相談したら、やった方が絶対にいい。けど目的をしっかり理解してやらないとやった後に後悔するよとアドバイスをくれた。もう一人の友人は、以前見た時は本当に辛そうな感じだったけど、その後、手術を受けたそうで今は表情もとても穏やかでした。この二人の話を聞いて、僕もやろうと決意できた。そこで栃木の病院に DBS の説明を聞きに行き、手術をしてくれる脳外科医の先生に、DBS を頭に入れたら入浴とか運動に制約が出るのではという心配を話した。先生は、機械が物理的に壊れるようなことをしなければ、普通の人と同じ生活をしてもいいよと説明してくれた。この一言で、僕は手術を受ける決意ができた。僕は産業医の先生に、トライアル勤務の後会社にすぐには戻らず DBS の手術を受けてから戻らせてくださいという話をした。手術を受ける7月までは、症状も悪くなり、これまでで一番辛かった。7月11日、栃木の病院にやってきた。入院して最初に、病院内の理髪店に行きました。先生は髪の毛があっても頭に穴を開けるとこだけ手術の時にするから坊主じゃなくてもいいよと言ってくれた。だけど、これまでの病気の自分を髪の毛ごと切り捨てたいという思いもあって丸坊主にしました。入院2日目、先生が術前の症状を取りに来た。ジスキネジアがひどく、これが本当に手術で治るのかと思いつつも、夕方の6時には寝てしまった。翌日は手術の日。朝早く起きて術中に大便が出ないように座薬を飲んだでお腹の中を空にした。
病院は、DBS の手術の時は、脳外科と脳神経内科の両方の先生が立ち会うので脳神経内科の先生が電流の調整をして患者の反応を見ながら調整していくやり方。終わるまでがすごく長く感じて、頭が固定されていて動けないので首もつらかった。もう二度と受けたくないと思った。そのまま寝てしまったようで目が覚めるとリカバリー室だった。手術翌日は午前6時に目が覚めたが動けない。寝返りが打てない。朝食は食べたいけど姿勢が偉い。でも結局、食べた。朝、病室担当の先生が来て頭の CT を取って、手術後の傷口の貼り物を交換した。その後は寝たきり。受けるかどうかまだわかない。手術後2日目、今日こそ歩くぞ。そんな意気込みはあったが足が前に出ない。まだ電流は流していないが、もともと手術をする前は、薬を飲む前でも少しは歩けたのにと思った。手術をして前より悪くなったかなと思った。手術後4日目になると、すいすい歩けた。夜もなかなか眠れない。手術後5日目、今日は名古屋から両親が来る日。元気に動けるようになった姿を見せられてよかった。夕方に先生が僕の受けた手術の説明を僕と両親にしてくれた。この手術の電流の調整法はまだ確立していないので各病院でも様々先生はイギリスの病院で働いた経験もあり、この病院でも先生独自のやり方でやっている。言語障害が将来現れると言われているが、それは病気の進行によるもので DBS で視床下部を刺激したことによるものではないと説明された。ちょうど手術から1週間後、夜は大部屋の他の患者さんのいびきがひどくて眠れず、睡眠導入剤をもらって寝たが3時に目が覚めた。今日は胸に DBS の電池を入れる2回目の手術の日。先週の手術は部分麻酔で意識がある中で受けて大変だったが、今回は全身麻酔で目が覚めたらもうリカバリー室。1回目の手術よりは楽でした。手術翌日、電流がまだ流していない状態だと、全然動けない。この時、初めて DBS の凄さを感じた。2回目の手術の後、7月31日の退院まではこれまでできなかったことを楽しみながら、やってみました。ドライブ、カラオケ、ビジネスホテルの手術を受けるにあたって、先生方や家族、会社の同僚や上司、産業医の先生など様々な方々にお世話になりました。この動画がこれから DBS の手術を受けようかどうか迷っている方々の判断材料の一つになれば幸いです。医学の進歩はすごいと思います。いつの日か、パーキンソン病も風邪みたいに薬を飲んだら完治する日が来るといいなぁと思ってます。